スペース X 株を持てるなら、少しだけでも買ってみたい。そう思っている50代の方は、少なくないと思います。宇宙開発だけではなく、衛星通信や AI まで広がる事業には、確かに大きな夢があります。ただ、夢のある企業だからといって、老後資金の中心において良いのでしょうか。個別株として直接買うのか、将来インデックスへ入るのを待つのか、それとも、コアとサテライトに分けて、少額だけ直接持つのか。今回は、スペース X のような大型 IPO を前に、50代が決めておきたい5つの判断基準を整理します。お金と自由の航路へようこそ。船長です。前提として、今日の話はスペース X 株の購入を勧めるものではありません。家計状況や資産額、リスクを取れる範囲によって、判断は人それぞれ変わります。大切なのは、人気や期待だけで決めるのではなく、自分の家計の中で、どのように持つかを先に考えることです。スペース X が注目される理由は、単にロケットを飛ばしているからではありません。宇宙輸送、衛星通信、インターネット接続、そして将来の AI 計算基盤まで、複数の成長分野が、一つの企業の中でつながる可能性があります。世界を大きく変える企業になるかもしれない。長期で大きく成長するかもしれない。そんな期待を持つのは、とても自然なことです。オープン AI やアンソロピックなど、有力な AI 企業も上場へ向けて動いています。これまで一般の投資家が、直接持つことのできなかった企業へ、投資できる機会が増えるかもしれません。そう考えると、次の大きな成長を逃したくないという気持ちも出てきます。特に50代は、若い頃のように何十年も待てるわけではない一方で、定年までにもう少し資産を増やしたいという気持ちもあります。だからこそ、夢のある大型 IPO は、とても魅力的に見えます。私自身も、スペース X の IPO に申し込みました。当選したら、将来大きく育つかもしれない。そんな期待はありました。宇宙開発だけではなく、通信や AI まで含めた成長の可能性にも、大きな魅力を感じています。インデックスを通じて持つ場合は、一つの企業の影響はかなり薄まります。だから、少額でも直接持つことで、成長の恩恵を受けてみたいという気持ちもあります。ただし、私の中でスペース X は、資産形成の中心ではありません。コアは、オルカンや S&P500 などの分散されたインデックスのままです。スペース X のような個別株は、その土台を崩さずに持つ小さなサテライト枠です。当たれば嬉しい。長期で大きく育てばもっと嬉しい。でも、下がっても家計や老後計画は変わらない。その範囲に抑えることが私の考える条件です。ここで最初に大型 IPO について冷静に分けて考えたいことがあります。それは素晴らしい企業と良い価格で買える株は同じではないということです。スペース X の事業が魅力的であることと、上場した時の株価が投資先として魅力的かどうかは別の問題です。人気の高い企業ほど将来への期待が上場価格に大きく織り込まれることがあります。企業が成長しても購入時の株価が高すぎれば株価が期待通りに伸びなかったり長く調整したりする可能性があります。今回のスペース X でも上場時の企業価値をかなり高いと見る意見がある一方で、その評価は期待を織り込みすぎているという慎重な見方もあります。また IPO の直後は売買が集中して値動きが大きくなることもあります。当選しなかった人が上場後に慌てて買う値上がりを見てさらに買いたくなる。その後に価格が下がり不安になって売ってしまう。こうした流れは大型 IPO でも起こり得ます。有名企業だから安心、NISA で買えるから安心、人気があるから上がる。この3つは投資判断の根拠にはなりません。そこでスペース X のような企業を持つ方法を
3つに分けて考えてみます。1つ目は、個別株として直接持つ方法です。直接持つ最大の魅力は、企業の成長をそのまま受けやすいことです。企業が長期で大きく成長すれば、インデックスの一部として持つよりも、資産への影響は大きくなります。株主として、未来を作る企業を応援する楽しさもあります。一方で、一社への集中リスクがあります。事業計画が遅れる。競争が激しくなる。規制が強くなる。設備投資が膨らむ。経営者への依存が問題になる。こうした一つの企業固有の問題を直接受けることになります。また、企業の事業が順調でも、市場が期待していたほどではないという理由で、株価が下がることもあります。直接持つなら、企業への期待だけではなく、どこまで下がっても保有できるかまで考えておく必要があります。2つ目は、将来インデックスに採用されるのを待つ方法です。上場した企業が、規模や流動性などの条件を満たせば、将来、S&P500、ナスダック100、MSCI 系の全世界株式指数などへ採用される可能性があります。ただし、上場しただけで、すべての指数へ自動的に入るわけではありません。指数によって、採用条件も時期も異なります。スペース X については、MSCI 系指数やナスダック100などで、早期採用の可能性が報じられています。一方で、S&P500 には収益性の条件があり、現在の業績では、早期採用されない見通しとされています。つまり、指数を待つという方法でも、どの指数を持っているかによって、スペース X が入る時期や可能性は変わります。将来 MSCI 系指数に組み入れられれば、オルカンなどを通じて、間接的に保有する可能性があります。個別株に比べると、スペース X 一社の成長による恩恵は薄くなります。その一方で、一社に集中するリスクも薄くなります。スペース X が欲しいと思っても、直接持つ必要まではないと考えるなら、インデックスを続けながら待つことも、十分に合理的な選択です。3つ目は、コアとサテライトを分けて、両方を使う方法です。資産形成の中心は、オルカンや S&P500 などの分散されたインデックスに置く。その土台は崩さない。その上で、生活や老後計画に影響しない余剰資金の一部を、スペース X のような、夢のある個別株へ回す方法です。これが、コアサテライトという考え方です。コアは、家計と将来を支える土台です。サテライトは、より高い成長を期待する一方で、価格変動も受け入れる、小さな追加枠です。私は、サテライトには夢があると思っています。宇宙や AI の未来へ、少額でも直接参加してみたい。その気持ちを、無理に否定する必要はありません。ただ、夢があるから大きくかけるのではなく、夢を買うからこそ、金額を小さくする。当たれば嬉しい。外れても、人生の計画は変わらない。そのくらいの距離感なら、選択肢の一つになると思っています。ここで、NISA についても整理しておきます。NISA は、投資で得た利益を非課税にする制度です。成長投資枠では、対象となる個別株を持つこともできます。ただし、NISA は投資先の安全性を保証する制度ではありません。NISA で買っても、株価が下がる可能性は同じです。そして、NISA 口座で損失が出ても、課税口座の利益との損益通算や、翌年以降への繰越控除はできません。非課税だから買うのではなく、その企業を、その価格で、その金額だけ持つ理由があるか、ここを考えることが先です。また、外国株を NISA で買えるかどうかは、上場後に利用している証券会社が取り扱うか、成長投資枠の対象として購入できるかによって変わります。IPO の申し込み段階から NISA が使えるのか、上場後の通常取引だけで使えるのかも、証券会社や案件によって異なります。NISA で買えることと、NISA で買うべきことは、
同じではありません。それでは、50代がスペース X のような大型 IBO を考えるときに、何を基準にすればよいのでしょうか。ここから、5つの判断基準を見ていきます。1つ目は、生活防衛資金を使わないことです。毎月の生活費、退職後の生活に使う現金、住宅の修繕費、車の買い替えや修理費、教育費、医療費、数年以内に使う予定のお金。こうした資金は、値動きの大きい個別株と分けておく必要があります。生活に必要なお金まで投資してしまうと、株価が下がった時に、待つことができなくなります。必要な時に売らなければならず、損失を確定させる可能性もあります。個別株を考える前に、すぐ使える現金を確保しているかを確認する。ここが最初の条件です。2つ目は、購入金額ではなく、家計全体の比率で考えることです。10万円なら少額、50万円なら多額、そう単純には決められません。金融資産がいくらあるのか、今後の収入がどれくらいあるのか、近い将来にいくら使うのか、その人の状況によって、同じ金額でも重さは変わります。大切なのは、その個別株が大きく下がっても、生活や老後計画が変わらないか、夜に値動きが気になって眠れなくならないか、インデックスの積み立てを止めずに持てるか、この3つです。一律に何%が正解とは言えません。家計全体のごく一部で、結果が悪くても、人生の計画を変えなくて良い範囲。そこが自分のサテライト枠になります。自分の場合をざっくり確認したい方は、概要欄のお金と自由の航路ナビで、生活費や運用資産、退職金などを入れて、家計全体の現在地を見える化してみてください。現在地がわかると、個別株へ回せる余裕があるかも考えやすくなります。3つ目は、企業の魅力と株価を分けることです。スペース X が世界を変える可能性のある企業だとしても、その株がどの価格でも魅力的とは限りません。見るべきなのは、売上が伸びているか、利益や現金収支はどうか、大きな設備投資が必要か、競合企業はいるか、規制や政治の影響を受けないか、特定の経営者へ依存しすぎていないか、上場価格にどこまで将来期待が含まれているか、こうした点です。未来への期待と投資としての条件を分ける。これが人気企業へ投資する時の基本です。4つ目は、個別株で直接持つ必要があるかを考えることで、直接持てば大きく成長した時の影響は大きくなります。一方で、下がった時の影響も大きくなります。インデックスなら、一社の影響は薄まりますが、多くの企業へ分散でき、個別企業の失敗に左右されにくくなります。直接持つ楽しさを優先するのか、分散されたインデックスを通じて、将来保有する可能性を待つのか、コアは指数のままにして、少額だけ直接持つのか、買うか買わないかではなく、持ち方を選ぶことが大切です。5つ目は、買えなかった時と、下がった時のルールを先に決めることです。IPO で買えなかった、上場後に急騰した、周囲が利益を出している、こうした状況になると、焦って追いかけたくなります。私自身も、当選したら大きく育つかもしれないという期待はありました。ただ、買えなかったとしても、上場直後の熱狂を焦って追いかけるつもりはありません。しばらく値動きを見る。価格が高すぎると感じたら買わない。無理に個別株で持たず、インデックスだけを続ける。これも十分に合理的な判断だと思っています。また、購入した後に大きく下がった場合、保有を続けるのか、追加で買うのか、売却するのか、事前に決めておかないと、感情だけで動きやすくなります。買う前に、買えなかった場合と、下がった場合の両方を考えておく。これが、大型 IPO の熱狂から家計を守る方法です。ここで今回のポイントを5つに整理します。1つ目は、生活防衛資金を使わないことです。
近い将来に必要なお金と、値動きの大きい個別株は分けて考えます。2つ目は、家計全体の比率で考えることです。大きく下がっても、生活や老後計画が変わらない範囲に抑えます。3つ目は、企業の魅力と株価を分けることです。素晴らしい企業でも、購入価格が高すぎる可能性はあります。4つ目は、個別株以外の持ち方も考えることです。将来インデックスへ採用されるのを待つ方法や、コアサテライトで持つ方法もあります。5つ目は、夢を買うなら少額に抑えることです。当たれば嬉しい。でも、下がっても人生の計画は変わらない。その距離感を守ります。私は、夢のある個別株を持つこと自体は、悪いことではないと思っています。宇宙開発や AI の未来には、大きな可能性があります。少額でも直接持つことで、その未来に参加している感覚も得られます。ただし、夢のある個別株を、老後資金の中心には置きません。買えなかった時も、焦って追いかけません。価格が高すぎると感じたら、インデックスだけでも十分です。夢を否定しない。でも土台は崩さない。これが、私の考える50代のサテライト投資です。この動画が少しでも参考になった方、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。